皆さんこんにちは、ルリコです。さあ久しぶりのデートナさんです。さあ今日はこのデートナさんのタイヤを交換したいと思います。はい、というわけでデートナさんのタイヤ交換なんですけど、そんなに乗ってんのかよっていうツッコミの声があるかもしれないんですが、意外とちゃんと乗ってるんです。ただ動画を撮ってないで、ただただ乗って楽しんでるだけで、この冬はデートナさんの方が実は乗っておりました。ただ乗っててちょっと気になってたのがタイヤですね。タイヤが結構古くてですね、なんか乗ってても硬いなとか、なんか滑るなっていう不安しか残ってなかったので、今回もいつもお世話になってる横浜にあるタイヤショップグリフさんで交換していただきます。ちなみに今のタイヤの状態はこんな感じです。だいぶね、なんかちょっと青くなっちゃったりとか、カサカサしております。乾燥しておりますね。はい、フロントですね。フロントは来てますねだいぶスリップサインが出てきてますね。ちょうど替え時だったんじゃないでしょうか。さあというわけで今回交換するタイヤはミシュランのパワー GP2 です。今回もはやぶさ同様ミシュランさんのタイヤを入れさせていただきます。新品タイヤでございます。やっぱりなんかチュルチュルなんかグリップしますね。すでにタイヤパターンはこんな感じでですね、程よくスリックが入ってる感じでスポーティーでかっこいいです。では実際にこちらをつけていただきます。デトナのタイヤ交換姿初めて見ます。そうか。いつもショップさんにポイってお願いして終わってたんで、なんかデートナのタイヤ交換自体すごい久しぶり前結構減ってますよね。うん。ね、そうです。普通にスリップサイン出てるから。うん、ちょうどよかった。それいいね。デートナさんが足がなくなってしまった。デートナさん。はい、というわけでデートナさんのタイヤ交換が終了しました。なんか新品タイヤになっただけでめちゃくちゃかっこよくなりました。さあではこれからですね、新しく履いたタイヤとともにツーリング行くぞーって言いたいとこなんですけど、はい、今日はね悪天候となっておりますので、はい、実は今回トランポしてきました。トランポして帰ります。はい、というわけでまずはグリフさん、今回もタイヤ交換ありがとうございました。はい、それではですね、実際に装着したデートナでだいたい100キロぐらい走行したところですね、今とあるワインディングを走りながらタイヤの感覚を感じているところです。もう先に言う、最高超楽しい、やばいです。もともとねデートナで使ってたタイヤが2年ぐらい経ってたタイヤだったので、もうなんか明らかにタイヤが硬くなってるなーっていうのは私も分かりながら乗ってはいたんですけど、もういざこの新品タイヤに交換した後、柔らかいってなって、もうやっぱタイヤ交換した後っていいことしかないから、やっぱり一番
タイヤの交換した後の恩恵が分かりやすいので、しばらくするとそれに慣れちゃって感覚分かんなくなっちゃうんで、このね今の感覚を率直にお伝えするとすんごい柔らかくて、なんか言ったらあれだけどなんかネチョネチョしてるぐらいすごい食いつくんですよ。でそれがエンジンかけてそのタイヤが冷え切った状態からでもすぐに感覚がわかるから、今回このタイヤの特徴っていうのがタイヤウォーマーを使わなくてもそのパフォーマンスを発揮しやすいっていう風にね確か書かれていたんですけど、なんかその通りなのかもしれないなと思いました。タイヤ変わるだけでこんなにもバイクって乗りやすくなるんですね。冬の走り始めのタイヤってただでさえタイヤが冷え切ってるところにその外気温で冷えになっててタイヤカチッコチじゃないですか。だから最初のねエンジンかけて出発して市街地走ってたりして急ブレーキとかかけた時にタイヤめちゃくちゃ滑るんですよ。タイヤジャーって滑ってロックしちゃったりとか何回か怖い目に遭っていまして、早くタイヤ交換しなきゃなとは思っていたんですけど、もっと早く変えとけばよかったって思いました。このね倒し込んだ時の後のアクセルひねった時もうより食いついてる感じが分かって、なんだろう滑る気がしないというかスパイクみたいな感じでガガガガガガって進んでってくれるんですよね。で私驚いたのが今ここ縦溝ゾーンなんですよ。いつも私この縦溝すごい怖くて走るの苦手なんですけど、なんかねすごいのがこの縦溝を感じないの。なんで縦溝であることを忘れちゃうぐらい普通にワインディングを楽しめちゃうんですよね。雨が降ってきてしまいました。だがしかしご安心くだされ、このパワー GP2 は雨の走行にも強いんです。ありがたい。でそもそもこのタイヤってこういう一般道を走るのが 50%、 サーキットが 50% の割合で考えられたタイヤなんですね。自走でサーキットに行ってサーキット走行を楽しんでまた自走で帰るっていうような人でも安心して走れるよっていうタイヤなんですけど、一般道ってねどういった道路状況になるかもわからないので、たまにはね雨が降ってしまったりする場面もあるとは思うんです。好んで雨の中走る人ってなかなかないとは思うんですけど、でもさそれこそサーキット走行って、普通だったら雨だったらキャンセルするとは思うんですけど、スクールサーキットのスクールってとんでもない台風でもない限りは雨でもスクールは開催されるんですよ。で正直めっちゃ怖いじゃないですか。でもその雨の中ね勉強するってすごい大事なことで、すごく動きが繊細な部分を勉強できたりするので、そういった部分ではサーキット走行雨でも強いタイヤっていう自信を持っていけるので、なんか集中してバイクのことを学べたりできそうだなとも思いました。で今回この動画ではねサーキット走行はちょっとできていないんですけど、過去にミシュランさんのこのパワー GP2 のプロモーションビデオに出演させていただいた時に、同じくトライアンフのストリートトリプル RS これにパワー GP2 履かして実際にサーキット走行もさせていただいたんですけど、楽しくってですね慣れないバイクでサーキット走行怖いじゃないですか。なんかそういう不安が吹き飛ぶようなタイヤの安心感がねロードとほぼ同じです。めちゃめちゃ食いついてくれます。茂原のサーキット場で走ったのでそこまでハイスピードは出せてはいないんですけど、なんか倒し込んだ後アクセル上げた時ロードと一緒になっちゃうんですけど、それもガツッと食いついてグンとね加速してくれる感じ、全く滑らない感覚っていうのかな。なんかそれが本当に安心で、ぜひねサーキット走行される方このパワー GP2 おすすめなので乗ってみてほしい。気持ちいい。こんなちょっと雨が降っててもこんなに倒し込めるんだよ。なんていう安心なんだ。全然滑んないよ。自分がこのデートナに乗り始めて毎週末峠に行ってた時をすごい思い出す。新品タイヤ履いて皮むきをしていくっていう時にどれだけ皮むけたかなって毎日タイヤの写真撮るんですよ。で今日も私サービスエリア寄ってタイヤどんな感じかなってもう高速しか乗ってなかったから真ん中しか皮むけてなかったけど、でもそれを写真撮ってでこう今峠をね今
楽しすぎて2往復目なんですけど、東京走るたびにタイヤの端っこチェックしてみたいな、いや全然向けてないなとか、バイク乗りたての初心を思い出させてくれるようなすごい楽しいタイヤです。もうこれはサーキットを自走で行くっていう方にももちろんおすすめだし、タイヤサイズがこういう緑クラスとか 400cc クラスのタイヤにも適応するようになったので、ぜひねそういった方にも幅広く選んでいただければなと思います。いや楽しい、まだ走ろうはい、というわけで今回はこのミシュランタワー GP2 の紹介動画でした。ではでは、私はまだまだこれからデートなどを走っていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。 Why when you're away do I miss you? Is it just because I can't kiss you? Is it dishes in the sink or the lack of a wink? Or just because I love my life with you?